はい、こんにちは。小 VR チャンネルです。10月13日の朝に届きました。オキュラスクエスト2。容量は 64GB を買ったんで 37,180 円でした。大体のスペックとかは前回の動画で解説しているんで、もう早速、レビューに入っていきたいと思います。よし、あげるぞ。ピリ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 。はい、それじゃあちょっと開けていきましょう。よいしょ。はい、中身こんな感じです。コントローラー2つ、これスペーサーね、メガネのスペーサー、あとは説明書と電源ケーブルで本体ですね。パッと見た感じ、やっぱり初代よりちょっと小さい感じがしますね。外側の周りの部分は硬いプラスチック製になってます。初代と新型を並べるとこんな感じになります。前面が若干丸いフォルムになっていますね。見た感じなんか女子行きが良さそうだなっていう感じがします。前面にトラッキング用のカメラが4つついています。これが電源ランプで、これが電源ボタンです。で、これがボリュームボタンです。で、これイヤホンジャックと電源ケーブルの差し込み口です。動交換距離の調整は初代はこのように無段階で調節できていたんですけど、新型はレンズ部分を直接動かして調節するようになっています。真ん中にメモリがあって1から3段階の数字が書いてあります。ストラップは初代のものより柔らかいゴム紐になっています。このように上下に動かすこともできます。これはオキュラス GO との比較なんですけど、ゴムがちょっと硬めで伸びにくいような感じがします。ストラップの調整は簡素化されているんですけど、このように調節していきます。頭の部分はあまり初代と変わりないと思います。ストラップの取り外しもできて、ちょっと硬いんですけど、このように外します。これでエリートストラップと取り替えることができます。頭の部分の紐を抜くときはフェイスパッドを取り外してからじゃないと抜けないので注意してください。着用の仕方なんですけど、まずここを上に上げて、これで額に当ててここを下ろしていくと、これで OK ですね。初代の着用している感じも載せておきます。後ろこんな感じです。着用のポイントなんですけど、ここの角度を水平よりちょっと下に傾けるとフィット感が上がります。フェイスパッドはちょっと安っぽいスポンジがむき出しになっている状態です。汗を結構吸ったり長時間着用しているとスポンジが潰れてすぐ劣化していきそうな感じがしますね。別売りのフェイスパッドがあるんで、長時間プレイする方はそちらを購入した方がいいかもしれないです。ここに内蔵スピーカーがついてるんですけど、初代のものと音質を比較してみました。こちら初代の内蔵スピーカーの音です。こちら新型のスピーカーの音です。ちょっと録音だと分かりにくいかもしれないですけど、実際使ってみると明らかに音質が良くなったなと分かると思います。コントローラーは初代に比べてちょっと大きくなっています。これで見るとあまり違いが分からないんですけど、実際握ってみると大きくなったなっていうのが分かります。ビートセーバーとかやってると手からすり抜けて飛んでいきそうな時があったんで、それが結構改善されたんじゃないかなと思います。このスライドパッドみたいなところなんですけど、これは親指を置く場所になっています。
親指を置くことでより強く握れてグリップ感が増すようになっています。オキュラスボタンは初代では表面から少し浮いていたんですけど、新型では平行になって誤作動しにくくなっているようです。ただボタンを押すとカチカチなって何度も押してると陥没しそうなんでちょっと心配だなと思います。電池が最初から付属してます。これこのまま引っ張っても抜けないんでちゃんと開けてから抜いてください。スマホとの接続はオキュラスアプリを起動すると自動的にオキュラス2が認識されていました。ではディスプレイについてなんですけど、解像度は初代に比べて 1.5 倍になっています。また有機 EL が液晶に変更されています。有機 EL と液晶で大きく違う点はダイヤモンドペンタイル配列から RGB ストライプ配列になったという点です。その点についての詳しい内容は今後の動画で解説したいと思うので、今回は簡単に説明します。ペンタイル配列では1つのピクセルがひし形に配列されています。このピクセルを並べて配置すると隙間ができて黒い発色していない部分が多くなります。これを VR で見るとディスプレイに網目の模様が見えてしまって画質が損なわれることになります。一方でストライプ配列では長方形のピクセルが並んでいるのであまり隙間のない状態で配列されています。なので今回解像度が増えた分以上に画質が向上したと感じる可能性があります。では実際使ってみてどうだったのかというと、電源入れてオキュラスマークが出た瞬間におっとなりましたね。これ期待できるぞと思うぐらい画質の良さが見て分かりました。ホーム画面に行ったら画質が良くなったことがかなり認識できると思います。初代のディスプレイの網目模様はプレイ中は気にならないものの、よく見たら認識できていたんですけど、これよく見ても認識できないぐらいになっています。こちらは初代と新型のレンズをカメラで接写した写真です。肉眼で見るのと差はあると思うんですけど、ズームしてみるとなかなか違っていることがわかります。新型でプレイした後に初代を使ってみると画質が悪いのが目立ってしまいます。そのぐらいの違いはあります。次にプロセッサーがスナップドラゴンの XR2 になったことでどう変わったのかを見ていきます。実際に VR 上で操作しているとわかるんですけど、明らかに読み込み速度が速くなっています。こちらは左が初代と右が新型で画面をスクロールした時の動画なんですが、初代にあったもっさり感がなくなっています。それと個人的に一番嬉しかったのが、VR カメラで撮影したかなり高画質の動画が初代では重くて再生できなかったものがあるんですけど、新型では再生することができたことです。このことは体感だけでなくて実際にスペックが上がった証拠にもなると思います。その他にハンドトラッキングももちろん使えます。コントローラーを置くと自動的にハンドトラッキングに変わる設定もあります。あとテスト機能で 90Hz を設定することができたんですけど、現時点で対応しているゲームはないと思います。ホーム画面で 90Hz でもあまり違いが分かりませんでした。それとゲームのデータですけど、ビートセーバーの場合は購入した楽曲はそのまま使えましたが、スコアはリセットされていました。他のゲームも本体にセーブデータを保存するものは引き継がれない可能性があります。ではね、ここから皆さん気になっていると思われる AV はどれほど違いがあるのかっていうことを発表したいと思います。ここまでの評価の通り、画質は良くなっているので、今まで以上にいい体験ができるというのは間違いないです。新型のオキュラスクエスト2で見てしまうと、画質がいいので、もう初代の方では見ることはなくなると思います。液晶になったことで肌の色が少し白っぽくなってしまうということはあるんですけど、色白が好きな方は問題ないでしょうね。あとは動作が速くなっているんで、動画の読み込み速度も速くなっていたり、シークバーで再生時間を選ぶ時の読み込みも若干速いんで、快適な視聴ができると思います。前回の動画で初代のオキュラスクエストを持っている人におすすめできるかというと、ちょっと微妙っていうことを言ったと思うんですけど、それはちょっと撤回させてください。値段が下がった上にさらにここまで体感的に良くなっているとは思いもしませんでした。VR の初心者の方にはぜひ使ってもらいたいですし、初代を持っている人も無理に買うほどではないですけど、余裕があるんだったら買ってもいいと思います。
では今回のレビューは以上となります。まだ届いたばかりで十分に機能を試しきれてないんですけど、今後オキュラスリンクの比較とか、オキュラス GO との比較とかもやっていきたいと思っています。もし気になる方はチャンネル登録しておいてください。それと Twitter でも動画をアップする前に簡単なレビューとかをツイートしているんで、そちらもフォローお願いします。他にも何かこういうことが知りたいなっていうのがあれば、コメントで教えてください。それではまた。